はいこんにちは MD ジャックです。最近立て続けに PC を制作したので短い睡眠時間がさらに短くなっていますが、今回も頑張ってレビューします。愛です。皆さんこんにちは。また欲しくなるモデルが出ちゃいました。困ったなぁ、予算オーバーです。それはいつものことでしょ。買ってもいろいろ出てくるからね。さてと、セレストグミホはキネラの新しい姉妹ブランドセレストオーディオからリリースされたプレイナードライバープラス BA ドライバーのハイブリッド構成のインイヤーモニター。新開発の SPD スクエアプレイナードライバーと BA のハイブリッドの音が楽しみだが、キネラはデザインやモデル名に特徴がありますよね。ギリシャ神話の神々の名前がなんか神秘的で素敵です。愛は BD005 Pro を持ってます。そっか。このチャンネルでのキネラのレビューは過去3本 BD005 Pro が外観も音質も記憶に残ってるし、時々聞いてる。グミホはキュービの狐のことなんですね。中国、韓国、ベトナム、日本などで知られる伝説の生き物で、それをモデル名にしてるなんてキネラらしいですね。韓国ではグミホと発音しているみたい。調べた限りではグローバルではイントネーション含めグミホでいいみたいだから、グミホの発音で進めていくね。ブログと違って発音するので調べるの大変そうですね。まあね。でもそれがきっかけでわかることも多いんで結構面白いんだよ。グミホのドライバー構成はプレイナープラス 1BA なのに価格が7000円台で、こないだレビューした CCA、PLA13 より2000円ほど安い。付属品もケーブルもそんなに高そうなものではないけど、パッケージデザイン含め限られた予算で細部までできることをした感が伝わってくるよね。開封してる段階で所有欲を満たしてくれるのも結構大事。キネラの姉妹ブランドセレストオーディオのファーストモデルとしての力の入れようが伝わってくる気がしたわ。初回分500本は完売らしいよ。そうなんですか。人気モデルになりそうですね。フェイスプレートにキュービの狐がいますね。アルビノの狐さんが映えるようにブラックを買ったんですか？なんとなくね。遊び心があっていいなって思って。外で使うのはちょっと恥ずかしいなっていう人にはキュービの狐がいないノーマルバージョンもあるね。側面には3連のベントホールが結構大きいね。音が漏れてくるのはしっかり確認できた。新開発の SPD スクエアプレイナードライバーってイメージしにくかったんだけど、 CG 画像を見て実際四角なんで、あ、本当なのね、丸くなくてもいいんだって納得。ノズル内に BA があって、その後ろからプレイナーが低域から中高域ぐらいまでを担当してるんだろうね。あえて BA に高域を任せたっていうのが興味深い。キネラ系の音だから低価格とはいえ期待しちゃう。フェイスプレート側から見ると大きさは少し小ぶりに見える程度ですが、横から見るとドライバーが入ってるこの部分すごく薄いのでノズルが錯覚で長く見えます。装着感は小ぶりで軽くて薄いので愛の耳にはジャストフィット。やっぱり買おうかな。イヤピを付け替えて測定している時気づいたんだけど、ここがちょっと太めな影響で同音感に挿す時にいつもよりきつめに感じるイヤピがあった。ファイナル E とかグミホ付属セレスト221ボーカルイヤーティップスのようなタイプだと素材の柔らかさで吸収されて気づきにくいけど、ちょっと硬めなセドナイヤーフィット系は違いが割と分かったので、装着した時ちょっと違和感あるかも。ではサウンドチェックに行きましょう。今回はキネラ BD005 Pro と比較してみます。1DD プラス 1BA のハイブリッドモデルで6000円切るぐらいですから、グミホと価格帯も似ていますね。イヤピはセドナイヤーフィットライトです。ではどうぞ。音量上がります。
チェックでの違い、いかがだったでしょうか？低域も高域も特徴に違いがあるので、分かりやすかったかと思います。BD005 Pro は低域はあまり強くなく、中高域から高域が綺麗なモデルです。今回改めて聞いてみて、やっぱりいいなぁと思いました。それにしても、グミホのこの部分の減衰、かなり大きいですね。イヤピ6モデルの比較結果はこんな感じ。ファイナル E。普段の比較だと、ファイナル E は低域が一番出ているが、今回の比較では下の方にいる。念のため再測定したが、結果は同じだった。セドナイヤーフィットマックス。低域がよく出て、6キロ付近の減衰が少ないので、今回も力強い響き方だった。セドナイヤーフィットライトに比べ、平べったいから音が近く感じる。でも、グミホのステム系にはイヤピ内径が小さく、無理して装着したので、おすすめはしない。セドナイヤーフィットライト。セドナイヤーフィットマックス同様、6キロ付近の減衰が少ない。グミホは波形で見るより低域が強く感じるので、少し低域を抑えられるセドナイヤーフィットライトとのマッチングがいいと思った。さらに低域を感じたければ TAPB とスプリングティップスを ET100 は平均的な出方に感じた。まずは最近レビューしたプレーナードライバーモデルとの比較です。ざっくりとした見方ですが、グミホは低域が PLA13 タイプ、高域はディオコタイプで、PLA13 とディオコを足して2で割ったらいいのになんて思っていましたが、グミホがそれに近い感じですね。ドライバー口径が 10mm ですが、低域が結構パワフルかつ明瞭に感じます。箱出し最初の主張では、ちょっとドンシャリ系だなぁと思ったが、この辺りを見る限り、ドンシャリの特徴はあまりなく、この3モデルでは一番減衰幅が少ない。いつもは感じない特有の質感にちょっと戸惑いがあって、波形見て、その要因が分かった。この辺りですよね。そう、他モデルとの比較では、6キロ付近がかなり落ちるけど、8キロ手前のピークはディオコと同等で、このレベル差がすごくドンシャリに感じたのは、ここの特徴によるものだろうね。2キロあたりをそれなりに出しているので、それほど高域の薄さは感じないけど、高域のなり方はちょっと癖を感じるね。BA も搭載されているので、音量がプレイナードライバーだけのモデルに比べ、SMSL、M500 で、ボリュームを2から3メモリ落として、ちょうどいいぐらい。さらに ZAX と S12 とも比較してみます。グミホは 50Hz 以上の低域から 2kg くらいまでの出方が一番豊かに見えます。特に 500Hz から 2kg の部分ですかね。この辺りの出方があるから 4kg から 6kg 付近までの大きな減衰がカバーできているようにも感じます。意図したチューニングなのでしょうから破綻は感じません。PLA13 のレビューで6キロ付近の減衰が大きく、7キロ付近の高域に不足を感じ、高域の抜けが今一つだったけど、グミホの減衰幅はそんな程度ではないので、波形だけ見てると、これ大丈夫かなって思ったんだけど、この部分の山は S12 と同等で PLA13 とは大きく違う。なので、実際何曲か聞いてみるとすぐ慣れてしまった。前回のレビュー同様、今回も S12 付属ケーブルに換装、プラス、イヤピはセドナイヤーフィットライト。ケーブルの恩恵で分離感が上がったように思え、イヤピ効果でサウンドステージは開放感が増した。セドナイヤーフィットライトは少し縦が長めで鼓膜からの距離をほんの少し伸ばせる。なので個人差あるけどベントホールと時効界に隙間ができたのかも。波形で見るよりパワフルで明瞭な低域と線は細いがしっかり抜けてくる小域が心地よく、ずっと聴いていたくなる楽しさがあった。100から 300Hz あたりがしっかり出ているので、ディオコのような痩せ方もなく、広域がしっかり抜けてくれるので、例えばプロアタムの行間とカーナビが両立していてすごいいい。またシンバルの中でもスプラッシュシンバルの響きが良くて印象に残った。キックやベースも両管と締まりが両立している感じ。リケーブルとイヤピの調整はした方がベターですが、グミホの特徴に慣れてしまえば DQ 補正は必要ないかなとも思います。もし少し特徴を抑えて聞きたければ、こんな感じで広域を少し補正し、細さを抑えて少し厚みを足す広域を作って聞くのもいいですね。予算オーバーなので我慢しようと思ったんですけど、これは持っておきたいモデルだと思ったんで、来月買おうと思います。それまでジャックさん、ちょっと貸してください。はいどうぞ。音質は広域が万人受けするタイプからはちょっと外れるかもしれませんが、プレイナードライバープラス BA のハイブリッドで7000円は安いと思いますし、ドライバー構成とか関係なくグミホからの出音、私は結構気に入りました。ビギナーの方はまずグミホを買ってアップグレードケーブルなどは後から少しずつ買って変化を楽しむのもいいと思います。グミホは人気出そうですね。ということでキネラセレストグミホのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。